どうも、ポンです。今回の動画は情報屋編の解説をしていきます。物語の謎がさらに深まって面白さが加速する話になります。今後の展開にもつながる重要な話なので、アニメを見て先が気になる方やコミック勢で振り返りたい方は最後までご視聴いただけると嬉しいです。アニメ1期目の直後の話になるので、アニメ勢の方はネタバレにご注意ください。このチャンネルでは好きな漫画の普及活動として漫画の考察や解説をしています。チャンネル登録お願いします。キャンパスタウンでルドたちはルドの先祖が下界の人間と知る。万人シリーズ全てを集めることで天界に行ける可能性が浮上。嵐屋から離脱したフーからゾディルが下界の人間が通信手段として使うチョーカーの制作者チョーカーメーカーは万人シリーズ保持者の可能性があると言っていたことを聞く。チョーカーメーカーの居場所、行方不明のアモの居場所、当てのないこの2つの情報を得るために下界の情報は何でも持ってる情報屋に接触することを決意。情報屋に接触するためにまず情報屋とコンタクトが取れる。コルバスの元に行き情報屋の居場所を聞きます。ここでコルバスに聞く情報は一つに絞ると助言されます。ガチラクタの世界の下界では情報は貴重な取引材料。情報屋から聞く情報は人によって対価が変わる。金のような軽いものから死に至る重いものまで。ルドが聞くことにした情報はチョーカーを作った人間の居場所。時を同じくアラシア・ゾジルも情報屋に会いに行くために動き出します。ルド、エンジン、リオ、グリス、フォロ、フー、6人で車で丸2日かけて情報屋の元に向かう。目的地に到着した掃除屋一行。そこにいたのは陽気なおじさん。情報屋黒。どの情報を買いたいかと問われてチョーカーを作った人間の居場所を聞くと、自分を捕まえたら情報を教えるといい、長いハイウェイでの鬼ごっこが始まります。ルドの欲しい情報の対価は情報や黒を捕まえること。下界の環境によって変異した馬、下界馬が引く馬車で走り出す黒。ハイウェイの終点は金域鳥。金域に着く前に黒を捕まえるために掃除屋一行は車に乗り込み、グリスのガチ運転で黒を追います。黒を追いかけてる途中で汚染域に入り半獣の群れが登場。車を守るためにルド、リオ、エンジンで掃除を開始。汚染域の雑魚半獣を余裕で退治する掃除屋。今回のルドはレブリンにもらったインク切れの筆ペンを武器に、絞り出したインクがトゲトゲになって広範囲で半獣を一掃。ここで判明したのが、ルドは誰かにもらったものならさらに力を引き出せる。順調に半獣を退治しながら黒を追う掃除屋一行。金域に着くまでに黒に追いつけそうとフラグを出した瞬間、ハイウェイの合流地点からゾディル率いる嵐屋が登場。今回の嵐屋との戦闘はハイウェイで移動中の車の上。登場した途端やる気満々のジャバー。今回のジャバーはいきなりマジモードでリオを攻撃。ジャバーが掃除屋の車を襲う中、嵐屋の車が黒に追いつきます。運転しているのはモモアという今回初登場した嵐屋一軍。モモアの能力は触れた相手の記憶を聞くことができる。モモアは情報屋に触れてチョーカーメーカーに関する情報を手に入れようとしますが、ズルを許さない黒は阻止。一方、車の上でバチバチに戦闘を繰り広げるリオとジャバー。身体能力が化け物級の2人は互角の勝負をしています。ルドは車から落ちて湧き続ける半獣の大軍の中、運転中半獣の大軍に苦戦するグリスとフォロ。半獣を倒せない2人は同情してる元嵐屋のフーに助けを求めます。その時車はトンネルに突入。手を貸してくれと言われたフーは車の天井を突き破って外へ。二度と責任を負いたくないフーは誰かの命令のみで生きてる。戦闘するとき、フーは肉体を呪い人形のヒー様に明け渡す。ヒー様が半獣とジャバーを瞬殺。一旦落ち着きハイウェイに落ちたルドを探し戻ろうとしたら、暗い場所で存分に能力を使えるクトーニが現れてワープ能力を使い掃除屋に向けて大軍の半獣を送り込みます。
大群に紛れてハイウェイで落下したルドが半獣に乗りながら登場。レムリンの筆ペンの能力を使い、インクでできたブヨブヨの巨大なレムリンを召喚。掃除屋一行はトンネルを通過。トンネルを封鎖して半獣とクトーニとジャバーの足止めに成功。ついでにフーも足止めを食らう。トンネルを抜けた先にはジャングルの禁域トリ。トリにいる半獣は1体のみ。人にも半獣にも反応する支配者。支配者の半獣を警戒しながらトリに突入する掃除屋。先に進むと黒を発見。木の上に潜んでいたゾディルが黒の後ろにある池に石を投げ込む。その時に反応し出てきたトリの支配者。正体は人型の半獣。人型の半獣に掃除屋が襲われる中、黒はどこかへ向かい、ゾディルは観察。リオは人型の半獣に捕まり、地面に叩きつけられ戦闘不能。ルドはリオを助けて、グリスはリオを連れて避難。黒が目当てのために掃除屋をおとりに使い、リオが傷ついたことに怒るルドとルドをサポートする決意をするフォロ。ルドとフォロはまず黒を捕まえに行きます。その間エンジンは人型の半獣相手に一人で時間稼ぎ、掃除屋をおとりにして古びた箱を見つけた黒。その場にやってきたルドとフォロ。ルドから逃げようとする黒ですが、フォロに殴られます。黒を殴ったのはルドで、ルドとフォロは装備を入れ替えてました。万人シーズのグローブを外して手に激痛が走るルド。グローブをつけて狂ってしまいそうなフォロ。ルドがフォロからグローブを外し自分の手につけます。作戦のためにでもフォロに自分の宝物を預けてたルド。物語の序盤では考えられないルドの人としての成長。掃除やメンバーのことを信頼できる仲間と思っているのが伝わります。黒を捕まえる時の騒ぎに反応した人型の半獣が登場。本体が池の中にある人型の半獣。エンジンの攻撃だと本体を叩けない。植物ばかりで武器にできるゴミが落ちてない状況。そこに黒が提案。これを使いなさい。黒が長い年月をかけて手に入れたかったものは箱の中にあり、箱は壊れて開かない。ルドが箱に能力を使えば人型の半獣と戦えて中にある目的のものが手に入る。黒の提案に対してルドが取引を持ちかける。チョーカーメーカーの情報を提供。リオに謝罪。もう一つの情報を提供。箱の中身のために取引に応じる黒。中身が重要なだけで興味を持たれてない箱。その箱に自分を重ねたルドは箱を光らせるために能力を発動。物を入れるために存在する箱に付与された能力。それは人型の半獣を食べて自分の中に入れる。苦戦した人型の半獣を一口で箱が食べてお掃除完了。箱の中に入ってた1枚の紙。それはルドの先祖、葬儀やカニスシュアブレックの遺書。遺書に書かれた謎のメッセージ。私は人間を止めることができなかった。私は彼らを埋めることしかできなかった。私は私の愛する子らよ。この連鎖を断ち切るために父は行く。だからどうか幸せに生きてくれ。全くもって意味不明な内容。ガチラクタの考察勢全員が未だに頭を抱えながら意味が判明する時をワクワクしながら待ってます。人型の半獣を倒して一生を呼んで一段落した時に黒の背後にモモアが登場。モモアが黒に触れて情報を聞き出すことに成功。ゾディールは情報を聞き出したら黒を殺す予定ということを知り、エンジンがモモアを阻止しようと動きますがゾディールが登場。人気を発動して掃除屋を足止めするゾディール。防戦一方のエンジンと3回武器化して能力を使えないルド。その間にモモアは能力で黒の記憶を聞きます。聞くといっても視覚的にも記憶を得てる感じですが、モモアの誤算。黒の記憶は人間一人の量をはるかに超えた膨大な量。100年以上前からの記憶。黒はモモアに触れられることを見越していて、記憶の中でモモアに話しかける記憶を作っていました。モモアは膨大な記憶の量と記憶の中で話しかける異常事態に困惑。モモアは黒の記憶を聞いて情報を得た対価として脳のパンクによるフリーズを受けます。全治1ヶ月でその間モモアが目を覚ますことはなく、ゾディルはモモアが得た情報を確かめることができません。1ヶ月待てば情報が手に入るので目的を達成したゾディル。
モモアを抱き上げて人気の能力を使い、空を飛んで戦線を離脱。今度こそ一件落着し、掃除屋1個は無事帰還します。リオは無事生きていて、クロはリオに謝罪。ルドたちはクロからアモの居場所を聞いてすぐ助けに行きました。いかがだったでしょうか。今回はガチャクタ情報屋編の紹介と解説でした。今回の話では嵐屋メンバーの能力、ゾディルの人気の名前、能力の輪郭など新しく判明した情報もありましたが、それ以上に謎が深まった感じでした。ちなみにこの後色々と謎だったことが判明していきます。この続きはコミック13巻の後半からになるので、気になる方はコミックを買う、もしくはマガポケで話数を買って読んでみてください。皆さんの感想があればコメントで教えてください。以上、チャンネル登録と高評価お願いします。